今日はレトロで不思議な音を出す電子楽器のスタイルについて解説するよ。最初に電子楽器について解説しようか。電子楽器は大きく2種類あるよ。一つは音を電気的に増幅する楽器。エレキギターが代表的な例だね。もう一つは電気的に音を作る楽器。こちらの代表例はシンセサイザー。英語では増幅する方をエレクトリック、電子音を作る方をエレクトロニックと呼ぶよ。この2種類は別のグループの楽器だけど、名前も性質も似ていて一緒にされやすい。この動画でもエレクトリックとエレクトロニック、両方を電子楽器と呼ぶけど了承してね。電子楽器は1960年から1980年頃に誕生・流行した楽器が多いので、現代視点だとレトロな雰囲気の音になる。スノだと特にその傾向が強くなるね。動画の前半は現代でも有名な電子楽器のスタイルを紹介していくよ。シンセサイザーは先ほども言った通り代表的な電子楽器の一つだね。いろいろな種類のシンセサイザーがあるけど、それを話すと動画が長くなるので、今回は単純にスノでシンセサイザーと入れたらどうなるかだけを解説するよ。スノのシンセサイザーはシンセポップ系の電子音が出やすいね。 EDM 系の電子音とはちょっと違う。それより少し前の時代の電子音になる。ローズピアノは非常に有名なエレクトリックピアノの種類の一つだよ。通常のピアノより柔らかい音で、高音はベルのような音にも聞こえる。 R&B やジャズ系の音楽で多用される。現代でも耳にすることが多い音色かな。ボコーダーは歌声を加工する装置。最初に誕生した歌声加工系の装置だね。現在においても EDM 系の音楽で加工した歌声は使われているけど、ボコーダーはそれ以前の装置で、より電子的で加工の強い声になるよ。スノのボコーダーは歌詞のある歌声を強く加工する効果がある。一方で歌詞のない伴奏や効果音的なボコーダーの音は出にくいよ。その音を出すならサウンド生成を使おう。前にサウンドの動画でも紹介したね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな音を生成するか聞いてみよう。差す光の波、消えない夢の残像、繋がれた意識の海、どこかで点滅してる。交差する光の波、消えない夢の残像、繋がれた意識の海、どこかで点滅してる。光の波、消えない夢の残像、繋がれた意識の海、どこかで点滅してる。有名な電子楽器のスタイルがどんな音を生成するか聞いてみたよ。
今紹介した3種類の楽器は古い時代に流行した楽器ではあるけど、現代のポップスでも使われる楽器だよ。現代でも魅力的な音色だと思う。動画の後半ではもう少しマイナーで特殊な音色の電子楽器を紹介していくよ。メロトロンは鍵盤を押すと録音した音が鳴るという楽器。録音した音であれば何でも鳴らせる。現在のサンプラーの祖先と言えるね。主にオーケストラの代用で使われたから。スノでも弦楽器やフルートの音色になる。サイケデリック系の曲で使われたから、スノでもサイケ風の曲調に変化するよ。クラビネットはピアノのような鍵盤とギターのような音色を持つ楽器。エレキギターに近い性質の音だけど鍵盤で演奏するから少し硬い感じになる。特にファンク系の曲で多用された楽器で、スノでも強くファンク風になるよ。テルミンは金属の棒に手をかざす変わった演奏方法で有名な電子楽器。手を触れず演奏する楽器として音楽よりも雑学の分野で有名かな。音色はゆらゆらとした奇妙な音でホラー映画の効果音などで使われる。それじゃこの3種類のスタイルがどんな音を生成するか聞いてみよう。交差する光の波、消えない夢の残像、つながれた意識の海、どこかで交差する光の波、消えない夢の残像、つながれた意識の海、どこかで点滅してる。揺れる夢の淵で途切れそうな信号、心の回路がない。変わった電子楽器のスタイルがどんな音を生成するか聞いてみたよ。かなり音色が個性的だから使い道はあまり多くないと思うけど、スノは似た楽器の音が混ざる。長所にも短所にもなる性質がある。似た楽器が混ざると元の楽器とは違った雰囲気の演奏ができるから、他の楽器と混ぜて音色を変える。変わった楽器の音はそう使ってもいいよ。それじゃまたね。